はい、どうもこんにちは。本日は、以前ね、視聴者さんからコメントでいただきました、マーブラの車両のエンジンルームをよくよく見せてくれと。マーブラの中ではそんなに大したことしてないんですけれども、一応ね、エンジンルームの何を変えてるかとかっていうのを紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ということで、参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、じゃあエンジンルーム紹介したいと思うんですけれども、はい。まず、エンジンルームはパッと開けて、一番最初に気になるところ何？ね。変えてるなって思うところ何ですか？ね。ない。はい。じゃあ終わりです。でっかい骨がついてる。あ、これ？うん。これは、クスコのタワーバーです。これオーバルシャフトタイプって言って、うん。結構ごついタイプね。ただね、ワゴン R は、つけるところがストラットのところじゃないんですよ。うん。このボディと、うん。ボディのところで、しかも付け方もなんか微妙な感じの取り付け方なんで、うん。合成を上げるというよりかは、どちらかって言ったらビジュアル面の方が強いのかなっていう感じがします。俺は骨があるぜ。はい。今のやつよ。はい、そうです。はい。ということで、クスコのタワーバーがついていまして、はい。次に目が引くのが、こちらの、以前にもね、何度も紹介するんですけども、MH23S 用のターボ用のオートジュエル車製の車外のエアクリーナーです。はい。それに、リッターバイク用のエアフィルター。はい。これをつけて乗ってます。本来だったら遮熱対策とかした方がいいとは思うんですけども、遮熱？うん。エンジンの熱とかそのまま吸っちゃうから。はい。冷やしてから吸う方がいいってことね。まあ、冷やしてからっていうか、できるだけ冷たい空気の方が本来は理想的ですね。はい。まあ、ただ、そこまで走る車両でもないんで、外気を直接ダイレクトに吸い込む方がいいんが理想だね。うん。はい。なんですけども、まあ、ただそこまで根詰めて走る車両でもないので、吸引力はまあ、適度です。大事。はい、わかります。はい、ということで、はい。エアクリーナーをつけてます。はい。それと同時に、サクションパイプ。ホニホニしてる。はい。これも、車外の。これ黒かったよね、最初。そうですね。純正は黒です。なんですが、車外のシリコンホースのタイプに切り替えてます。しれっとなんかブルーにさ、変えてますね。なんか食人間みたい。あ植物人間の管通されて、培養されてるやつ。アニメでよく出てる。何言ってるはい。あとは、こちらの他のホースなんかも、変えられるところは全部シリコンホースのブルーに変更してます。ていうか、こんなものなかったじゃん。これ何だからこれブーストコントローラーだって。ほんと前の動画とか一切見ない人だからわかんない。なんでわかんないよね。ここにこんなつけるの？これがブーストをコントロールするソレノイドバルブっていう部品なんです。これは熱に干渉しないの？あんまり良くないです。やっぱり熱はできるだけ避けた方がいいけども、場所がここだけです。ワゴン R エンジンの部分ね、そんなに広くもないんで、軽自動車だから。はい。なので、ここに設置しました。それと同時に、エンジンはね、以前に。この中のやつ？うん。エンジンね。うん。このエンジン。約5万キロ。まあ4万8000キロだったんだけど、約5万キロのエンジンに乗っけ替えて。中身見せてよ。これチェーン見えるでしょ？もうめちゃめちゃ綺麗ですよ。前なんか汚かったもんね。そう。もう真っ黒になってたんですよ。すごいピカピカしてる。ほら、こんな綺麗ですよ。で、こっちのカバーの方とかも黄ばみがないんですよ。なので、めちゃめちゃエンジンは綺麗です。はい、鼻水はね、汚いと言わない綺麗な女だって言うんだろ、バカだね。はい。そして、はい、ここで1点お知らせです。マーブラックスタジオでは、視聴者さんの整備、カスタム、作業、洗車等の作業を引き受けております。こんなステルス YouTuber だから信用できないかもしれませんが、車を大事にする気持ちは大きいと思いますので、ぜひ、マーブラックスタジオにね、遊びに気がてら、店舗の方でも、まあ、送っていただけても結構です。ワンオフマフラーや整備関係の作業、または塗装とか、そういう基本的にオールマイティな作業を引き受けております。ぜひですね、マーブラにやらせてみようかなっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方をご覧になってご意向いただければと思います。ということで、マーブラックはみんなが乗りたくなるような車作りをコンセプトとして動画を配信しておりますので、ぜひともご依頼いただければと思います。それでは本編へ参りましょう。レッツゴー。同時に、以前のエンジンでも使ってたプラグをイリマックの9番。プラグ中に3本入ってるやつ。そうです。NGK 社製のイリマックっていうブランドの9番のプラグに変更してます。もう爆発してんじゃないの先が。ぐちゅぐちゅに。だいぶ石は減ってきてると思いますね、そろそろ。ブーストも上げてるんで。荒いから運転が。荒いっていうか、ブーストが上がってるから、どうしてもね。劣化しやすいの？劣化しやすいです。はい、軽自動車ってただでさえ劣化しやすいんですけど、3気筒で 660cc しかない中で、普通車とため線張って走らなきゃいけないんで、やっぱプラグの消耗激しいんですよ。
優しく走ればいいんじゃないの？だから優しく走っても同じなんですよ。そうなの？はい。なので、消耗は激しいです。それで9番のプラグに変えてます。そして同時に、こちらも以前視聴者さんからいただいたイグニッションコイル。コイルってなんだっけ？プラグの火花の信号を送る青。感じのものですね。頭についてるやつ。そうです、そうです、そうです。プラグの頭にね、ガボって被せるタイプのイグニッションコイルなんですけども、こちらも純正よりも火花を強くしてくれると。イグニッションコイルをつけてまして、その車外の部品は、へたったとしても、純正の新品と同等の火花を得られると。へたっても全然持つよと言われているイグニッションコイルに変換してます。こちらはね、この画像の方貼っておきますんで、こちらをご確認いただければと思います。そして、ちょっとエンジンルームとは外れちゃうんですけども、マーブラの車両ってこれ、プロジェクターライトじゃないですか。これもともとはリフレクタータイプのヘッドライトだったんですけども、マーブラ配線が見えるのがあんま好きじゃないんで、隠してつけてるんですけども、プロジェクターの変換ハーネスを取り付けて、ヘッドライトをプロジェクターに交換してます。なので、もともとはリフレクターのヘッドライトとなってます。そして、以前ね、この動画でね、スロットルスペーサー、マーブラは取り付けてたんですけども、新しいエンジン乗っけ替えた時に、スロットルスペーサー今回外しました。なんかついてたっ低中回転を良くするって言われてるやつなんだけども、高回転の伸びがね、ちょっといまいち落ちちゃうっていうのなんかもあるんで、時としては高回転もね、回したりとかする時がありますので、そのためにスロットルスペーサーを今回外しました。じゃあ、低速の加速を重視してたけど、そうですね。高速を重視するために取っちゃった。はい、そういうことです。まあ、純正に戻したっていう感じなんです。なぜなら、新しいエンジンで、前のエンジンと比べると、全然低回転の力が強くなったでしょ。なので、前はね、ここにスロットルスペーサーの間に挟んでたんですけども、今は何もついてない状態です。だから見ても何もついてません。スロットルが普通に接続されてるだけとなってます。あとは、ブレーキフルードも交換して、ブレーキのエア抜きなんかもしたりして、同時にエンジンオイルも交換して、あとは、オイルエレメントのね、シールが、オイル漏れしたりとか出てきてましたんで、まあエンジン乗っけ替えと同時にね、そこら辺なんかもごっそり変わっちゃうんですけども、そういう傾向なんかもあったんで、マーブラはね、交換したりとかしてます。どうでしょう？エンジンルーム、一通り確認できました？確認できましたかね？はい。そしてマーブラの車両は M ターボなんで、ここにブローオフバルブがついてない車両となっています。ここに純正だとリサーキュレーションバルブとかって言うんだけども、そのリサーキュレーションバルブ、いわゆるブローオフバルブが、純正のブローオフバルブがついてる車両は DI の車両か、または S ターボの64馬力のエンジンとなっています。マーブラのエンジンは M ターボなので、純正値は60馬力となってますね。4馬力ほどね、少ないような状態になります。続いて、マーブラの車両は ATF。これは目に見えないところなんだけども、買った当初ね、ATF の交換12万キロぐらいの時に交換してなかったので、ATF のオイルパンを外して、そして ATF のストレーナーを外して、そして中洗浄して、新しい ATF のフルードを入れました。はい。それからね、すこぶるオートマの調子は良くて、変速ショックもなければ、変な変速の仕方がなかったりとかするので、ちょんちょんちょんとスムーズにシフトが変わっていくようになりましたので、まあもともと程度がいいオートマで、フルードのストレーナーとか洗浄したんで、新車の具合っていうのを維持できてるのかなと思います。だからエンジンも絶好調だし、オートマも絶好調なんで。オイル漏れもないしね。ないですね。最初はね、散々ね、組み付けが良くなくて。最初からちょっとだけ滲んではいたもんね。ありましたね。それだけども、あとフルードが違ったりとかね、あったんだけども、まあそこら辺なんかを改善して、どのフルードがいいのかとか、オイルパンはどうやってくっつけるのかとか、そこら辺なんかをやり直して、非流動性の液状ガスケットをつけることによって改善できたと。荒れてましたよね。いろいろね、苦労したね。もうね、撮影も終わりかみたいな。はい。まあいろいろありましたね。ありましたね。はい。まあそんな感じで、マーブラのエンジンルームはこんな感じでね、やってます。はい。はい。もう一回やろうか。もう一回一から説明する違うよ。なんで説明がいるんだよ。はい。もう一回一からさ、やり直そうか。結構大変だね、やっぱ最初からやると、ね。もうやる気失せちゃうでしょ。もう、一通りもう触った車両だからね。あ、じゃあ触ってなければいいのね。触ってないで、例えば新しいワゴン R 買うとするんじゃない？うん。そしたら部品は付けたくはなるよ。頑張れるんだ。うん、そこはね。せっかく持ってんだったら付けたいっていう風にはなるんで。ただ、もう付いてる車両のを取り外してまた付けるとかっていう無駄な能力はしたくない。なんやこいつ。それはそうでしょ。金かけた女はもういらねえみたいな言い方してんの。何言ってるかよくわかんないけど。実際そうじゃん。付いてる状況下でなんでわざわざ無駄に外して無駄につけてるのって話。現状維持。だから現状維持。それが一番合理的。ちょっとでもなんかあれば、もうすぐに、ほら、気づいて、現状維持。
何を言いたいのかよくわかんない。メンテナンスは大事ってことですよ。メンテナンスはだから、オートマオイルは、うん。まあ1年に1回交換できりゃいいかな。まあ全量は交換できないんで、うん。まあ1リッターとかないし2リッター抜いて、うん。それでまた新しい2リッターを追加するとうん。いうような感じで、エンジンオイルは基本的にマーブラは3000キロから5000キロ以内。はい、業者に依頼するんですよね。はい。じゃなくて、自分でエンジンオイルとか持ってるんで、フィルターとかね。なので、だいたい3000キロから5000キロぐらいでエンジンオイルを交換してます。基本的には 100% 化学合成油。鉱物油とかはあんまり使わないですね。それで、マーブラは SN クラスの純正指定の、なんか書いてあるね。あ、これあるんですよ。エンジンオイル交換。1万キロ、5000キロごとのどちらか早い方。SG 以上の推奨。SG クラスね。でもこのさ、ボンネット違うボンネットじゃん。いいや、でも同じだから。同じ。ステッカーは一緒なの？同じです。ターボチャージャーと N8 で分かれてる。3ヶ月ごとまたは5000、過去2500キロごとの SG 以上の推奨だから。基本同じなんですよ。はい。なので、マーブラは基本的には3000から5000キロぐらいの範囲内でエンジンオイルを交換して、基本的にはオイルフィルターもそのまま交換してます。毎回交換してます。それで乗ってエンジンをきれいに保とう。こんな感じかな。一応こんな感じのね、エンジンルームになってます。はい、こんな感じです。ということで、あまりね、マーブラの車両はそんなに配線をもう 100% 隠し切ったりとか、今時のカスタムみたいな感じで、配線を完璧に隠し切ったりとかはしてないんですけれども、基本的にはブルーと黒で統一みたいな感じにしてます。基本的にはホース関係はブルーにして、あとは給排気のチューニングをすることによって、まあ点火とかがプラグがちょっと熱が強くなっちゃうんで、熱荷を上げて、プラグの火花をちょっと弱くしてあげるとか、いわゆるライトチューンって言われてるカスタムをしてるような感じとなってます。参考になってるかはわかんないんですけども、もしもっと見てみたいっていうのがあるようであれば、ミーティングとかね、そういう時なんかにお越しいただければ、まじまじ見ることできますので、もしよかったらミーティングに出てね、ご覧いただければと思います。ミーティングの時開けて見てるのなかったの？あんまりマーブラの車両はあんまりカスタムっていうカスタムしてないからね、本当基本的なライトチューンですよね。大体やっぱほら、ドレスアップをみんな見てほしい。そうだね。そっちの方がね、今後ね、どういう方がお越しになるかはわからないんで、もし見たい方がいらっしゃれば、お声かけていただければね、マーブラも喜んでお見せさせていただきますので、はい。ぜひよかったら、ミーティングの方にもお越しください。はい。まあエンジンルームね、しっかりいじってるから早いってわけじゃないからね、そこは。そうね。ただ、比較的やっぱりメンテナンスはちゃんとやってることによって、不都合なトラブルがなくなるかなと。ちゃんとね、維持できる現状維持の継続っていうのが、はい。一番モットーだからね。そうですね。なので今、エンジン駆動系は元気という風になっております。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。マーブラのね、エンジンルームいいんじゃねえのって思ったら、高評価をしていただいて、コメントなんかもね、いただけると嬉しいなと思います。また、他の動画がね、気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、最後にマーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？マーブラじゃんけん、じゃんけんぽいということで、マーブラはパーでございました。ということでね、またお会いしましょう。さよなら。